日本の国税税収ランキング2025年度最新版。10位電源開発促進税約 0.3 兆円。9位自動車重量税約 0.4 兆円。8位石油石炭税約 0.6 兆円。7位タバコ税約 0.9 兆円。6位関税約 1.0 兆円。5位飲酒収入約 1.0 兆円。4位相続税約 3.5 兆円。ここから桁が変わります。第3位法人税 19.2 兆円。企業の利益にかかる税金です。企業の業績が好調なため高い水準を維持しています。第2位所得税 22.7 兆円。ここで所得税が登場します。私たちの給料や副業の利益などにかかる税金です。日本の税収の約3割を占めるまさに屋台骨です。第1位消費税 24.9 兆円。現在日本で最も税収が多いのは消費税です。景気が悪くてもみんなが買い物をする限り入ってくるため非常に安定した最強の財源となっています。主要3税所得税消費税法人税にまつわる14のトピックについて重要なポイントを凝縮して解説します。推移歴史1、30年間の主役交代。かつて日本は直接税所得税法人税が主役でした。しかし少子高齢化で働く世代が減ると所得税が不安定になるため政府は広く薄く集められる消費税を安定財源として育成してきました。その結果令和の今消費税がトップに君臨しています。2、バブル期の法人税収。1989年度の法人税収は約19兆円。現在は約 19.2 兆円と額面ではバブル期を超えています。ただし当時は今より税率が高かったため高い税率で稼いでいたのに対し現在は税率は低いが企業の利益額そのものが過去最大級に膨らんでいるという違いがあります。3、消費税増税の歴史。 3%、5%、8%、10% と上がるたび実は所得税や法人税の減税がセットで行われてきました。これを税制改革と呼びますが批判的な視点では庶民の消費税が企業の法人税減税の穴埋めに使われたと見る向きもあります。世界比較5、直間比率の国際比較。日本は直接税所得法人が約6割、間接税消費等が約4割です。欧州特に北欧は消費税率が 20% 超と高いため間接税の比率が高めです。日本は直接税がまだ重い部類に入ります。6、法人税の引き下げ競争。かつて 30% 以上あった日本の法人税実効税率は現在約 29.74% まで下がりました。これはシンガポール 17% などの低税率国に企業が逃げないよう世界的な減税合戦に合わせた結果です。7、欧州の消費税 VAT との差。欧州の消費税20から 25% は教育費が大学まで無料だったり医療費が無料だったりと高負担型福祉が徹底されています。日本の 10% は福祉の充実度に対して低すぎるのか妥当なのかが常に議論の的です。8、所得税の最高税率比較。日本の所得税最高 45%、 住民税 10% の計 55% は世界でもトップクラスの高さです。アメリカの連邦税最高 37% などと比べても高所得層への課税は日本の方が厳しいのが現状です。公平性負担。9、逆進性の問題。消費税は年収1000万円の人も200万円の人も同じ 10% を払います。しかし収入に対する税金の割合で見ると低所得者ほど負担が重くなります。これを逆進性と呼び食料品への軽減税率 8% はこの緩和のために導入されました。10、1億円の壁。所得が1億円までは税率が上がっていきますが1億円を超えると逆に負担率が下がる現象です。これは超富裕層の収入の多くが株の売却益一律約 20% であり給料にかかる所得税最大 45% より安いためです。11、サラリーマン vs 自営業黒4。税務署が所得を把握している割合を指す言葉です。給料から天引きされるサラリーマンは9割、自営業は6割を、農家は4割4しか把握されていないという不公平感を表した言葉です。12、世代間の負担格差。現役世代は所得税消費税の両方を重く負担しますがリタイア世代は主に消費税のみの負担になります。高齢者が増える中所得税だけに頼ると現役世代が潰れてしまうため消費税へのシフトが進んでいます。経済ビジネス。13、内部留保と法人税。法人税を下げれば企業が給料を上げると期待されましたが多くの企業は将来の不安に備えて現金を貯め込みました。内部留保、これが法人税減税は意味があったのかという議論につながっています。14、輸出戻し税の仕組み。トヨタなどの輸出企業は仕入れ時に払った消費税を輸出時に国から還付金として返してもらえます。海外の消費者から消費税を取れないためこれが巨大な金額になるため大企業への優遇ではないかと議論されます。15、インボイス制度の影響。これまで売上1000万円以下の小規模事業者は消費税の支払いが免除されていましたがインボイス制度導入により実質的に消費税を払うか取引から排除されるかの選択を迫られるようになりました。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。